ゴリラはコンゴやカメルーン、ナイジェリアといった中央アフリカ地域の森に生息しています。これらの地域では木材や鉱物を採集するために森が破壊されてきていて、ゴリラは住む場所を失いつつあります。また、ゴリラの肉を目当てにした密猟も行われていることから、ゴリラの数は減少しているのです。そこで今回は、保護された幼いゴリラの話を2つお伝えします。家族を大切にすると言われているゴリラ。ゴリラの母親は生まれてから1年は絶対に我が子を離さないそうです。そんな愛情深いゴリラですが、子供のゴリラが保護されるというのは一体どういうことなのでしょうか。ある日、まだ幼いゴリラが木製の檻につながれているところを発見されました。カメルーンの動物保護団体はすぐにこのゴリラを保護しました。人間の手により親から引き離され孤児となったと推測されています。ゴリラの売買は禁止されていますが、未だに違法取引はなくならないのが現実です。ゴリラの家族の結束は固いです。たった一頭でポツンと檻の中にいたこの子はどんなに心細かったことでしょう。ボブカと名付けられたこの子は施設のスタッフに育てられ、徐々に元気を取り戻していきました。幼いゴリラが一頭だけで木製の檻の中に閉じ込められていたところを発見した人たちは驚きました。ゴリラの母親は母性愛にあふれていて、何があっても我が子を離そうとしません。もし群れに属していたらシルバーバックが守ってくれるはずなのです。ところがこの幼いゴリラは寂しそうに一頭だけで檻の中にいたのです。結束の固いゴリラの家族から子供を引き離すのは簡単ではありません。ボブカの家族も想像を絶するひどい目に遭ってしまったのかもしれません。カメルーンではゴリラの売買は禁止されています。しかし子供のゴリラが親から引き離しペットとして売られることがあるといいます。ゴリラが大きくなって扱いが難しくなる頃には動物園やサーカスに売られて生涯を終えるケースも珍しくないそうです。カメルーンの野生動物センターをサポートする支援団体は檻につながれていたボブカを違法取引の犠牲者とみなしています。家族とは離れ離れになってしまったボブカですが、この子の親代わりになり立派なゴリラに育てようと誓ったスタッフによって彼は徐々に元気になっていきました。霊長類の福祉や集団管理などを担当するペギー・モッチさんによると、ボブカはリハビリの一環として献身的なスタッフに支えられながら多忙な毎日を送っているそうです。家族を失ったボブカはゴリラにとって重要な社会スキルをスタッフから教わっているのです。ボブカが学ぶべきことは、餌の取り方や遊び方、好奇心を持つことや、他者との交流、木登りや毛づくろいまでたくさんあります。ボブカは器用になるためにサッカーボールで遊んだり、大好きな山登りを楽しんだりしています。将来森で暮らすには、こうしたことも重要なのです。彼は走ったり転げ回ったりするのも好きだし、餌探しや遊びはもちろん、いろんなものに登るのも好きですよ。人間にも登るのも得意です。と、スタッフは話しています。ちなみに仲良しの遊び相手は、熱心なお世話スタッフのアルビンさんです。発見から半年過ぎて、環境にも慣れ始めたボブカですが、アルビンさんが休憩で横になると、すぐに身を寄せてきて、ぎゅっと抱きついてきます。まだ離れ離れになった母親のぬくもりが恋しいのでしょう。ボブカが安心して守られていると感じるのはとても大切なことだそうです。遊びの合間の休憩もボブカの成長に欠かせない安らぎと触れ合いの時間なのです。小さなボブカを世話するスタッフの願いはただ一つ、幼いうちに孤児となったボブカをなんとか野生で生き延びる立派なゴリラにすることです。幸いなことにボブカは遊び心があり、自信に満ちた強いゴリラになりそうです。
開放的な囲いの中でいろんな技に挑戦するボブカを見守るモッチさんも、彼が野生に帰る日を待ち望んでいます。さらに最近、ボブカに嬉しい変化が起きています。優しいスタッフに目いっぱい愛されつつ、心安らぐ暮らしに馴染んできたせいか、ようやく笑顔を見せるようになったのです。人の手によって苦しめられた野生動物が人の手によって救われる。あまりにもお決まりのパターンすぎて悲しくなってきますが、それでもボブカは保護され、野生に戻れるよう導いてもらっている分、幸運だったのかもしれません。ボブカの家族がまだ元気に生きているかどうかはわかりませんが、無事に生き延びてボブカと再会してくれることを祈りたいです。続いて、両親を殺され、密売人に連れ去られたゴリラの赤ちゃんがいました。アフリカのコンゴ共和国にて、絶滅危惧種のゴリラの施設に保護された幼いゴリラの笑顔が人々の心を大きく震わせています。この施設は密猟者に狙われる東ローランドゴリラのために建てられたもので、親を亡くし孤児となった幼いゴリラの保護やリハビリを行っています。この赤ちゃんゴリラの名はルリング。ルリングは彼女を連れ去ろうとした密売業者に両親を殺され、今は施設のスタッフが親代わりになっています。人間の手で悲惨な境遇に陥りましたが、別の人間の手で愛情いっぱいに育てられ、その人間を親のように慕っているのです。ルリングは東ローランドゴリラの保全教育を行う施設で暮らしています。彼女が密売人から救出されたのは2016年で、当時は8ヶ月でした。東ローランドゴリラの唯一の生息地であるコンゴ共和国では、残酷な密猟者が不正売買のためにゴリラの赤ちゃんをさらう非道な犯罪が多発しているのです。両親を失い孤児になったルリング、親代わりのスタッフがお世話しています。東ローランドゴリラは非常に社交的で穏やかな気質でも知られていますが、かけがえのない子供を奪い去ろうとする密猟者にはやむなく立ち向かいます。ルリングの両親も生後間もない娘を連れ去られまいと必死で戦い、殺されてしまいました。彼女の父親は背中の毛が白いシルバーバックで群れのリーダー格だった可能性もあります。それでもどうにか救い出されたルリングは一生懸命に世話をしてくれるスタッフに大切に育てられています。ゴリラの子供は遊ぶのが大好きです。スタッフはルリングを楽しませたり喜ばせたりして一緒に遊んでくれます。スタッフにくすぐられて人間の子供と同じように無邪気に笑うルリング。施設は成長したゴリラを野生に返すことを目標にしています。両親を失ったルリングが密猟者に怯えることなくゴリラ本来の暮らしに戻れるのはいつになるのかはわかりませんが、安心した野生の暮らしを送れる日が来ることを願いたいですね。野生動物を守るために定められた法律を破って行われる密猟や密輸は野生動物を絶滅の危機に追いやっている深刻な問題の一つなのです。地球上に暮らす動物たちが野生で暮らすことは大変なことですが、心ない人によって罪のない動物の命を奪うことは許せないことです。野生動物の命を守るためにも、密猟や密輸に対しての取り締まりを強化して、動物たちが安心した暮らしを送れる環境であってほしいと願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。